今回はですね、バリエーションの可変播種の試験を行いましたので、それの概要について前半私の方で説明させていただいて。フライ盛り合わせすごっ。無事終わりました。ありがとうございます。皆様改めましてこんにちは。十勝財団の菅原と申します。本日はお招きいただきましてありがとうございます。十勝財団ですけど、十勝帯広市の外れにあります産業支援機関になりまして、農業を核としていろいろな産業を支援させていただいております。で、2024年の12月に十勝財団が主導してスマート農業研究会というのを立ち上げて、データ駆動型の農業の実証ですとか、その情報提供などをさせていただいております。で、今回はですね、可変播種の試験ということで、昨年、藤内さんの補助をお借りして、バリエーションの可変播種の試験を行いましたので、それの概要について前半私の方で説明させていただいて、後半にカルビーポテトの杉浦様から、その試験結果のご好評ということで、いただきたいと思っております。で、そもそもですね、可変播種、私たちがなぜそんなことをしようと、そもそも私農業は全く素人なんですけれども、まずなぜ可変播種をしようかというところに至ったかといいますと、2023年の国際農機展で私たち今日もご列席いただいてます十勝農機様からポテトプランターの機体をご提供いただいて、そのポテトプランターを改造してですね、可変播種ですとか施肥をできるようにしたんですけれども、その時来場いただいた生産者の方からそもそも可変播種して何の意味があるのかみたいなところを問われてですね、その時明確に答えることができなかったところが反省点もありまして、そこから少しずつ素人ではありながら世界の動向を調べて、今世界でどんなことが起きているのかっていうところを調べてきたところです。で、可変播種の歴史は比較的新しいのかなと思ってまして、最初はオランダのワーヘニンゲン大学で始まったと調べたところを思っております。で、もともとはその砂質度と粘土質でその株間を変えることによって種量にどのような影響を与えるのかとかですね。で、これを皮切りに2014年から2020年にはEU 版のスマート農業プロジェクトみたいなのが立ち上がって、そこではグリメですとか AVR という、世界の名だたる農機メーカーが参画して可変播種の収量の向上を検討していると。で、そこからさらに時が進んで、学術文献からも可変播種することによって収量が 10% 程度伸びる可能性があることが分かってきて、いわゆる今回この論文で紹介されてたのは高知力で密植、低知力で粗植とすることで収量が向上するっていう、これベルギーから出てきた論文になります。で、同じ作者になるんですけれども、翌年ベルギーの他の補助を3箇所追加してやったところ、やっぱり高知力で密植、低知力で粗植とすることで収量が上がる傾向があるということで、私たちもこれに倣ってやってみようかなというところになっています。で、ここでいう知力はですね、海外ではこういったトラクター牽引型のオンライン知力分析装置っていうのが独自で開発して、これ製品化されてないんですけども、知力を分析されていますし、一方でこのプランターに関してもですね、論文を読むとグリメだ、あとデュエルフだっていう、いわゆるヨーロッパ系のプランターを使用されております。で、私たち、日本でいきますとやっぱりこのプランターに関してポテト十勝農機さんのポテトプランター使われている方が多いのかなと思いますので、機体の方を提供していただいて、いわゆる今まで
そのメカニカルで動いてたところをモーター駆動に変更してハッシュユニットの電動化セヒユニットの電動化っていうことで、ハッシュとセヒ可変できるように改造しております。でもともとはやっぱりすぐに普及できる技術ということで基本は改造でなんとかできるような形でこういったコの字のブラケットを用して、市販のモーターを取り付けて、U ボルトで備え付けのフレームに取り付けるような形で、改造できるような形で実現しています。このセヒユニットの方はシャッター回動をですねモーター駆動で、にしてましてモーター制御で開閉を自動的に行ったりですね、あとその株間を決めるのにですね車速がどうしても必要になりますのでロータリーエンコーダーっていうセンサーをつけて作業機の車速をリアルタイムに取得できるような形で改造しております。で全体的な構成としましてはトラクターとプランターっていう形で分かれるんですけども、皆様お使いになられている方も多いかと思うんですけどユニバーサルターミナルがあってそこにどこでどれぐらいの株間で巻くのかっていうハッシュマップを入れて動かすような形になります。でハッシュマップは後で詳しく説明しようと思うんですけども自分で作ることもできますし、いわゆる結構大変ですのでいわゆる商用のバスフさんが出しているザルビオですとかケーサスといった商用のシステムからも持ってくることができます。あとGNSS のレシーバーがついてますんで位置情報とマップの情報をこのユニバーサルターミナルが解釈して後ろのこのポテトプランターに今30センチ今33センチとかっていう株間の情報をリアルタイムに流しているような感じです。で車速はロータリーエンコーダーで常に車速をモニターしてますのでこのユニバーサルターミナルから来た株間の情報と車速の情報からモーターの回転数を決めながらリアルタイム必ずその車速では一定の株間になるような仕組みと実現することができました。で私たちそういった先行研究でも収量上がるという事例も見つけてハードウェアも整えたので、いよいよ2024年から25年で一回この実証してみようということになってまずは先ほどご紹介したマップを作ってセヒの計画を立ててハッシュの計画を立ててそれを実際ハッシュしてするという流れになります。で実際のその収量については坪掘り調査ももちろんやるんですけれども富士山のトップ1の方にですねリアルタイム終了センサーということで取り付けさせてもらって全てのその補助の終了をデータ化してます。で最終的にはそのデータ化したデータとして取得したものを商用サービスにアップロードして可視化するところまで2025年に実施させていただくことができました。もともと私たちはスマート農業研究会という大風呂敷を広げながらですね実際畑もないですしトラクターも持っているわけでもないですので納期店の時に杉浦さんとお会いしてなんとか実証できないかということでお願いさせていただいて、藤井さんご紹介いただき、私たちは農機メーカーさんともつながりがありましたのでこのような座組の中で可変ハッシュの試験を実証させていただいたというところになります。でそれはちょっとそれぞれこの4つの大きなパートを順々に説明していきたいんですけどまずこのマップの設計っていうところなんですけども先ほどご紹介した通りこのオンラインベルギーではこのオンライン地力分析装置っていうのを実際開発してやられてますし実は日本でもトヨタさんが今年製品化するっていう話は聞いてるんですけどこの詳しい情報がちょっとあんまり出てこなくて本当に今年するのかどうかもちょっとまだ怪しいところはあるんですけれども現段階ではないので私たちはけなげにですね富士山の補助の
から78ポイントですね、土壌サンプルさせていただいてちょっと常軌を逸してるんですけどやって、この化学分析も1点3500円ということで20万30万円弱ですかねぐらいの金額をかけてですね、ちょっと藤内さんの補助を丸裸じゃないですけど土壌を調べるということをまず考えたわけなんですけども、で実際ですねこの GIS っていうソフトを使って土壌分析結果を入れ込むと、こういう高精細な土壌マップっていうのが実はできるんですけども、杉浦さんからも「いやそれ誰もやらないんじゃないの?」みたいな話もあって、結局費用もかかりすぎるし手間もかかるということで、これちょっと実効性があまりに乏しいなという結論に達しました。でそこで、杉浦さんからもご紹介されたんですけども、この昨今話題の衛星データを利用してできないかというで、今回バスフさんスマート農業研究会に参画していただいてまして、こういったマップもですね無料で提供していただいたということもあって、今回このバスフさんから提供してもらったマップを使って実際やることにしました。でこの地力マップというのは葉の茂り具合を何年か10年か15年かぐらい衛星データで蓄積して、その平均を取っているという話をお伺いしています。藤内さんの補助はここの区画で試験させていただいたんですけれども、北が中地力で中心が高地力して南に行くと低地力という傾向になってました。でここにそれぞれ株間をですね24273033ということで、赤が24、オレンジが27で緑が30で青が33ということで、それぞれ試験区を20メーターずつですね設けさせてもらってハッシュ試験を行いました。で結果で30センチの方はですね種芋が途中でなくなってしまったんで、今回この3つの収量の比較になってます。で各エリア4系のプランターですね、各エリア4本ずつ植えさせてもらって、品種はスノーデンになります。で可変施肥の方はですね施肥とハッシュ同時にやってしまいますとどっちがどっちの効果なのかっていうのがわからないところがありまして、今回はハッシュだけやらせていただきました。施肥は藤井さんの方で事前に観光施肥で実施していただいているということになります。で実際、左下ですねハッシュのステージに来ます。2025年5月15日にハッシュの試験を行いました。で実際先ほど紹介した試験区のマップっていうのも作ることができて、24センチ27センチ30、33ですかね、こういったグラデーションで、マップを作ることができます。で実はですねこれ先週虫類で発表させていただいたんですけど、いやマップ使わないでできないのっていうことでちょっと補足なんですけど、マップ使わないでもちろんできます。むしろこっちがオーソドックスの使い方になるかもしれないんですけど、マップを使わないとですねこういったマニュアルモードでは1形ずつオンオフできますし、株間も設定を1形ずつできますので、いわゆるここは粗足にしたいですとか、ここは植えたくないですとかっていうところがなんか生産者にはきっとあるのかなっていうことで、マニュアルモードでも動かすことができますし、あとちょっとした機能としては余った種芋を自動的に排出できたりもする機能もつけてますんで、マップがなくてももちろん動かすことはできるんですけど、今回の試験に関してはマップを使ってやっているような試験になります。で実際5月15日に藤井さんの補助で試験させていただいたのがあります。動画はちょっと割愛させていただきたいと思います。YouTube でも見れますので、もしよろしければご視聴いただければと思います。そしてですね、巻き終わった後はあまり何もしてないんですけど、2025年から6月から9月の間は生育調査ということでできることをやりました。
でまずは可変ハッシュがそのポテトプランターとしても初デビューでしたので、株間の調査から少しやらせてもらって、それぞれ24、27、33、4本ずつ巻いてるので、そこの中2系の株間をそれぞれ6箇所取って平均取ってですね、ちょっと実は詰まり気味だったんですけども、おおむね負けてるかなというのも確認しつつ、夏初夏にはドローンを飛ばして、その生育調査で、私たちドローン持ってないんで、目黒の TF ファクトリーさんって方にちょっとプロの方にお願いして撮ってもらってます。で私たちがですね気になったのは、やっぱりドローン飛ばすっていうのは私たちも持ってないですし、生産者にとっても結構ハードルが高いのかなっていうところもあって、いわゆるドローンで撮った NDVI と、これもザレビオの生育マップなんですけれども、どれぐらい似ているのかとかっていう比較を行っております。でこういったこの富士山の東がですね、結構初期にすごく生育してて、あと中央部ですね。で西側も少し生育がいいみたいなんですけども、その様子が同じものではないんですけど、衛星データでも見て取れるのかなと。で7月8日ですね、月に2回ずつぐらい取ったんです、8月まで。で後半になると一色になっちゃうんですけど、初期の段階は割とこういった形で濃いところっていうのが見て、取れます。ですので、生育ももしこの、ドローンのいいところはその高解像度のところになるのかなと思うんですけども、衛星もそれなりに傾向は捉えているところはあるのかなという印象でした。で終了調査を9月12日から16日の間に、収穫直前にお邪魔して行っております。先ほどの24、27、33のそれぞれ4本の中の中2系からサンプルしております。で中高低ゾーンがありますので、それで15株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 っていう形でそれぞれサンプリングして、私たちが測ったのは一個重ですとか比重、あとはですねこの後ご紹介する終了モニターで使いますので、画像で会計の大きさなどを測っております。でこの終了調査の結果についてはですね、カルビーさんから杉浦さんからご好評いただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。で収穫の時期を迎えました。富士山のところは9月27日から30日の収穫になってます。で私たちお邪魔してですね、富士山のピカピカなトップ1に早速改造させてもらって、この字型のステイをですねつけさせてもらいました。これ豊野木さんに作ってもらったんですけども、いわゆる横送りのベルトのところで終了をモニターしようということで、これを取り付けさせていただいて終了をモニターさせていただいております。それでこれ小さいながらもですね、中に GPS が入ってまして、いわゆる収穫した軌跡ですとかっていうのを全て、ログで取ってあると。でこれが収穫の時の画像になります。ここに終了モニターがついております。でログを取ったので、次終了マップっていうのをちょっと作ってみようということで、これが富士山のところので作業した記録になります。で全ての畝、今回トップ1で収穫したのは168本だとお聞きしてますけども、そのログが全て残っているのと、あとは画像解析で会計の大きさですとか、位置情報が入ってますんで、どこからどれぐらい上がってるかっていうところがですね、そうですね、富士山ですね、本当は見せなきゃいけなかったんでしょうけど、最近解析し始めて今日に至る感じになっちゃいました。そうですね。で一応今これ画像からは大きさしかわからないんですけど、
実際大きさから重量を推定することがしています。でこれなんでできるかっていうとですね、先ほど終了調査した時に同じ終了モニターと同じ撮像条件で1個の芋を測ってでその個重を測ってっていうのを3000強ぐらいですかねやってどんな傾向があるのかっていうのを調べたんですよね。で会計の面積が例えば1万ピクセルだったらまあ 100g なのかなみたいなそれぞれの個重を推定して先ほどのプログラムに入れていると。で1畝目と2畝目もですね実はそんなに回帰係数っていうんですけどほとんど変わらずですねかなり回帰精度が高いモデルになっているのが特徴になります。でこの情報をもとにいわゆる畝168本をです、ね、10メーターベースで収量をカウントしてそれがこっちの生のデータになります。でただこれだとちょっと見にくいっていうのがあってマップ風に表示するとこのような形になって実は前々からお聞きしてたんですけどやっぱ防風林側はですねちょっと収量が落ち気味なのかなっていうで中心部が割と収量があってまた西側も少し高めに出ているというところになっていることが分かりました。で終了モニターの精度もごくごく最近ですね答え合わせをさせていただいて実収量が土砂引き後の値が15万1548キロだったのに対し私たちの画像解析で得たのが14万8523キロ。それに富士山トップ1入れる前に口火を切るのにウルトラセブンで4本掘ってるということですのでちょっとこれは終了モニター載せてなかったんですけど、終了もウルトラセブンで掘った隣の畝からの収量を基準としてそれが4本分で4080キロでそれを足し合わせるといわゆる土砂引き後の収量に対して少し上振れするんですけど 0.7% ぐらいの誤差になってます。で当初ちょっと 7% ぐらいずれてていろいろ調べたらですねやっぱプログラム側にミスがあったりですね実はこれもう少し検証しないといけないなと思ってるんですけどもう少し上振れするかもですねでちょっとその辺がまだ少し検証の余地があるかなと思います。で精度もそこそこ取れていて1個ずつ見てますので藤内さんの補助の会計の分布っていうのが分かったりします。実は平均の個重としては100グラムで標準偏差としては 11.7 グラム少し外れ値は外して計算してますけどおおむね正規分布なんですけどもこの辺の裾野が少し広がり下側に行っているのかなという傾向があります。でもともとですね知力マップって本当に合ってるのかっていうそのところがずっと私たちは疑問に思ってましたし知ってる人に聞かれるとどうなのって言われる質問を受けたりもするので今回それが少し明らかになったのかなっていうのは、知力マップでいくと東側は収量いいところがもう散見するんですけど基本的には防風林側は収量があまり良くないのかなと。ただ中心部に関してはここの知力の高さっていうのは少し見えてきて西側もかなりよく見えるんですけどもそこまではないにしろ少し濃い部分があって少し知力が落ちる部分があってっていうこのグラデーションがなんとなく見えてきているのかなと。だから完全には一致はしないものの、その終了マップもあながち外れではないという結論になります。で生育マップとの比較ですけども、この辺も生育はすごくいいんですけど終了としてはどうも一致はしていないと。だから中央部はそれなりに一致していてで西側も少し傾向は出ていると。このちょっと濃いところがおそらくこういう黒く
ちょっと微妙なところまで黒くなっているところなのかなと思います。で私たち先ほど78点取って、土壌マップっていうのを持ってますんで21成分分土壌とどれと近いのかなっていうのも素人ながら検討したりすることができて、腐食マップと近いところがあるのかなとかっていうところもちょっと見ながらですけど、ちょっとこれもう少し見ないとわからないですけど、やっぱりいずれにしろその防風林のところはですね収量が落ちている。こういったいわゆる可視化することによって、メリット、こういう比較できるメリットですとか次の営農計画に生かせる情報が得られるのかなっていうところがあります。でさらに168本分データを取ってますんで、じゃあそれぞれ会計の分布がどうなってるかとかっていうのも取ってます。試験区外して西側から32、114、168っていう畝の番号に関しては32、114に関しては会計平均が大体いいんですけれども、やっぱその西側の防風林の近くはですねかなり平均会計が落ちると。で個数はですねちょっとそんなに差が、ここと32と168はそんな差がないんですけども、やっぱ大きさが小ぶりで、私たちもハーベスタに記乗させていただいたんですけども、東側は少し小ぶりなのかなっていう印象があります。こういった1本ずつ解析することも可能になりますので、そういった中で、いろいろ参考になるデータが得られるのかなと思います。で最終的にはまだできてはいないんですけど、こういった終了マップをいわゆるエスリーっていう会社が推奨しているシェイプファイルですとか、ISO の国際標準規格であります ISO-XML という形に終了モニター内で変換して、商用のサービスにアップデートするようなこともできるようになります。でちょっと一例なんですけど、こんなちょっとバスフさんのあれで恐縮なんですけど、こういうふうに、ちょっと待ってください、これいけるのかな。これ簡単にこのマップをインポートする画面があってですね、そこにシェイプファイルか ISO-XML を入れてあげると、これシェイプファイルですね。これはちょっと今自動で生成できてないんですけども、今後要望に応じて、実用化するんだったらここまでやらないとちょっと厳しいかなという印象は思ってます。ただそんなに難しくはないので、このザルビオのシステムにアップロードするとですね、少し時間かかるんですけど、サーバー側で解釈してくれて、こういうふうに知力マップこんなんでしたねっていうので見ることができます。でこんな知力マップになります。ちょっと見え方違うのはですね、ここのランクがですねどうも自由に選べなくて勝手にランク振られちゃうんですけど、データとしては同じものです。で中央部がやっぱり知力高そうだねとかっていうのと、これ終了マップですね。で知力マップとこんな感じで知力マップと終了のマップを比較して、今後の営農活動の、情報として検討いただけるのかなというところになります。で一応ですね、私たち一巡して藤井さんの補助で一巡させていただいたんですけども、引き続き今年度もやろうと思っています。で実は藤井さんのところでやりたかったんですけど、2025年がだいぶ人とお金がショートさせてしまって、上からもだいぶ怒られたので、ちょっとお金はちょっと置いといてですね、人は学生さんをお借りできそうな、今同立農業大学校さんに声をかけて学生さんと一緒にやりましょうみたいな話になっています。で、終了マップ使って今度は試験区は設けずにですね、一面に巻くみたいな形で今やらせていただこうと思っています。で今ものはですね、農大さんにもう持ってっちゃってるんですけど、箸終わったら
戻そうと思ってますので、ぜひ財団に来ていただければ動くところですとかを見ていただけるのかなと思います。で、私の発表は以上なんですけども、この後杉浦さんの方から就労調査の結果についてご公表いただきたいと思います。現在4月2日16時45分でございます。はい、一応雪降っちゃいました。発表の方が終わりまして、皆さんありがとうございます。はい、我々に馴染みのある、龍月という飲食店でこれから、交流会の方行きたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。行きましょう。盛り合わせすごっ。乾杯。はい、練習よろしくお願いします。はい。めっちゃうまい。終わりました。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい、お疲れ様でございます。よし、帰ろう。待機編、これで第1部完。とりあえず一区切りということで、はい、ありがとうございました。また引き続きですね、精密農業、スマート農業取り組んでまいります。十勝財団やってまいりますのでよろしくお願いします。そして、スマート農業研究会の活動ですね、皆さんご支援していただきありがとうございます。引き続き頑張っていきたいと思います。ではまた。